これ本当に、人から聞いた話というか、僕は高校3年生の時かな。一応僕大学行ってるんですよ。はい、大学スポーツ推薦で入ったんで、高校の時水球っていうやつやってて、大したことじゃないんですけど、まあ、兵庫県優勝の実績をこう新聞の切り抜きみたいなの出して、面接を受けたら合格したみたいなところで、あんまスッと入ったんですけど、一応受験勉強も一応するじゃないですか。そっちの一芸入試で受かるかどうかもわからないからっていうことで。で、近所にね、なんか、塾なのか予備校なのかわからないんですけど、そういうちょっと塾に毛が生えた、予備校というにはちょっとちっちゃいけどぐらいの、ところがあって、はい、そこに高校3年の頭ぐらいにちょっと通いなさいみたいな話になって、行ってた時に、京都大学出身のもう見た目、もうすぐに長渕剛のファンって分かるようないでたちのねファンキーな国語の先生がいたんですよ。面白い先生で話もいろいろなんか、まあ、毎回こう予備校やからそんなことしていいんか今考えたら分かりませんけど、関係ない話でちょっと盛り上げてから授業をやってくれる。でも人気出そうですね。そうそう、楽しい先生でね。名前も覚えてないんですけど、その先生の一家が、まあ、霊感がすごく強いということで、その先生から聞いた話なんですけど、その先生の一家も霊感がもう先祖代々強い一家で、その先生の、叔父がその一家の中でも極めて霊感が強いということで、そんなにまあこの話長い話でもないんですけど、そのおじさんがある時、家族かなんかでお寺に行ったんです。でお寺の住職さんが、そのおじさん見るなり、ちょっとあなた強すぎて危ないですって言われて、でちょっと待っててくださいねって1時間ぐらい待たされたら、刀の鞘あるじゃないですか。鞘のこう、真ん中抜けてますよね。鞘のこの周りになんかこうお経のようなものをこう彫って渡してくれたんですよ。でこれお経ね、なんか恩阿弥陀運慶か分かりませんけど、そういうお経をずっと彫ったから、これをちょっと肌身離さず持っときなさいって言われて。お守りみたいな。お守りみたいな。強すぎて危ないから。で、分かりましたって言って、ちゃんと言うこと聞いて、ネックレスにいつも中にこうぶら下げてたんですね。ぶら下げてたんですよ。で周りから見たらあいつなんかチャラいなって、なんか金色ネックレスしてるやんって思われてたんですけど、実はその刀の鞘をそのおじさんはしてて、でまあそんなことがあって、そのあと2ヶ月後か3ヶ月後ぐらいに旅行に行ったんですって、そのおじさんがね。で旅館でまあご飯とか食べ終わった後に部屋入って寝ようとして布団こう入ろうとした瞬間に壁から手がボーンって出てきて。手が出てきた？そう。壁から手がボーンって出てきて、そのおじさんの手を掴んで引きずり込まれそうになったんですって。壁の中に。壁の中に引きずり込まれそうになった時に、旅館なんで浴衣じゃないですか。こう戦ってる時にパラッとこう浴衣がはだけて、そのお経を彫った刀の鞘がひらって出た瞬間に、この手がパッて手離して人間のくせに生意気なって言って去っていったお話でございます。リアル怖いでしょ。人間のくせに生意気な。もうだから相当すごいものなんでしょうね。なんかこれがなんでしょうね。ただこれ人から聞いた話なんで、これ以上の詳細はちょっと聞かれてもないんですけど、これ聞いた時に今でも覚えてるぐらいですからね。だって30年前に聞いた話ですから、むっちゃ怖いなと思って。でもやっぱり霊感強すぎてしまうと危ないんですね。なんですかね。なんかよく漫画でね、すごく霊力が強い人とかを食らうことで、なんかそれがパワーになるんだみたいな漫画あるじゃないですか。もしかしたらそういった魔物みたいな存在からすると、やっぱり霊力が弱い人、強い人がいた時に、
こっちの方がやっぱこう獲物になりやすいってことがあるんですかね。いやそうなんですかね。でもまあだからそういう話聞くとちょっと怖い。いやだから怖いなと思って、割と僕はほらあの世とかないんじゃないかなって思ってる派なんですけど、こういう話聞くとあれやっぱあんのかなとか思って。だって手が出てきて引きずり込まれそうになる。はい、もしその鞘がなかったら、そのおじさん引きずり込まれてどこ行っちゃうんだっていう話ですよね。で、僕今ちょっと思って怖かったのが、もう異次元じゃないですか。はい、ってなると、もしかしたらいなかったことになってしまうんじゃないかなって思っちゃったんですよ。だから、ご家族含め、お友達も含め、そんな人いたよね、誰それっていう。それの話でちょっと一個思い出した話があって、はい。これ芸人の誰かの体験談やったかな。だから聞いたことあるかもしれないですけど、はい、なんか子供の時に、すごいまた聞きのまた聞きみたいな話なんで、ちょっとざっくりします。子供の時に仲良し3人組か4人組でいつも遊んでたと。小学校のクラス。で、その4人組ので河川敷で遊んでた時に、うわーって追っかけっこしてたら、ちっちゃい妖精みたいなおっさんがこう飛んできて、はい。ふな一人のそのやつが追いかけていって、後ろからその残りの3人は見てたんですけど、追いかけていくと、だんだんこうちっちゃくなってって、追いかけてた友達も。そう、友達がなんかだんだんちっちゃくなっていって、同じサイズになってほんと消えたんですって。んで、おいって探し回るじゃないですか。探し回ってるけど、あれいなくて、あいつどこ行ってんってなって、いやでもあれじゃあなんか追っかけてあれしてもう帰ったんちゃう家って。もう帰ろうぜって小学生やから。帰って、で、翌日学校行ったら来てないんです。はい、で、先生に、誰々君はって言ったら、何とかなって。で、クラスの友達に聞いても、何それみたいな話になって。でもその3人の子で、あいつ、じゃあ休んでんのかなってなって、家行こうぜって言って、ピンポン、誰々君が昨日いきなりいなくなって、だから来たんですって言ったら、お母さんが、うち子供いませんよって言うて、なんか、僕が聞いた話は、未だにその3人がもう10年、20年経つけど、会うと、おったよな、あいつっていう話になるっていうような話を、なんか誰かのいやでもね、こういう類の話って結構聞くんですよ。めっちゃ怖いですね、これ系ね。めちゃくちゃ怖いです。なんなら一番怖いと思います。よく考えたら。はい、で、まあやっぱり今回みたいに、その当事者とかすごくこう鮮明にそこにいた人からすると覚えてる人が多少いるパターンもあるんですけど、ただね、考えるのが、そんなね、バーンってこう出てきてこう引きずり込まれちゃうとかってことがもしかしたら世の中に結構あって、はい、で、そうなっちゃったりするともうやっぱり記憶から消されていなかったことになっちゃうから、そうするともう僕らは知る由もないじゃないですか。はい、もちろん時期にもならないじゃないですか。ただそういうことが実はいっぱいあって、本当はいたんだけどいなくなったとされちゃってる人って、なんかこう年間かなりいたら怖いなって。怖いですよね。で、もし自分がそうなったら、生きてる家族や友達たちに覚えてもらうことすらできないっていう。いやそうでしょう。自分が死ぬこと以上になんか辛いっすよね。そうなんですよ。怖いっすよね。だからこれ系の話ね。いやちょっとなんすかその不思議な話も含めて。いや今ふっと思い出して、なんかこれでも人の話なんでどっちも人の話やし、今のなんか芸人の後輩から違う芸人が喋ってた体験談なんですって聞かされたから、もうなんか30ぐらいのまた聞きの話。ちょっと伝言ゲームみたいな感じで、ちょっと若干ディティールはかなり変わってる可能性ありますよね。でもまあ。だからもしかしたら最初に飛んできたやつが、実は本当はめっちゃでかいおっさんかもしれないですもんね。そういう変化はあるかもしれないです。でもだったらそれ多分消えないと思うんですよ。はい、でかいおっさんだったら。はい、でもちっちゃいおっさんって普通ね、なんか妖精でなんか幸せもたらすみたいな話もあるのに、はい、それまた不思議な話ですね。そうですよね。でね、こういう話を聞くじゃないですか。さあコメント欄の方に、いや実は
似たような話をってことが結構あるんですよ。体験してますね。はい。ぜひ皆様がね、こう、あったり、こう、考察ありましたら、またぜひね、コメント欄の方によろしくお願いいたします。その塾の先生でしたっていう人がね、いるかもしれないですよね。確かに。はい。さあ、もう塾の先生ね、すごく霊感が強い一族なわけですから、もうその方に取材しに行きたいですよね。そうなんですけど。他も多分たくさんお話あるでしょうからね。